ちは、りくです。今回は去年のベスコスにも入れたマグネットのつけまつげをレビューしていきたいなと思います。つけまつげの革命っていうぐらいめっちゃ便利なので、ぜひ最後までご覧ください。ボサドっていうブランドなんですけど、全部で30種類ぐらいあって、その中で日常で使いやすいナチュラルなものを3つ比較してご紹介します。いいなって思った点は、慣れたら早くてかつ綺麗にできるっていうところです。最近韓国のつけまつげで目頭から目尻までつながってるタイプじゃなくて 2,3 本がちょっとずつポイントのつけまつげになってるやつが流行ってると思うんですけど、前あれをつけてたんですが、どうしても時間かかっちゃって朝出勤前とかにやるのはちょっとできないことがあったりしたんですけど、このまつげはピャって挟めばすぐできるので、朝の忙しい時でも慣れればすぐにつけられて、マスカラでまつげを作るよりも個人的に綺麗に仕上がるなと思って気に入ってます。気をつけるポイントとしては、ちょっとつけるのにコツがいるっていうところと、あと根元から浮いてると不自然に見えるっていうところと、マスカラよりも若干重たいのでそこの違和感があるっていうところですかね。個人的な体感としては普通のつけまよりも若干重いかなっていう感じです。最初はつけてるなっていう違和感がある人もいると思います。でも個人的には1日つけてても問題ない重さだと思います。根元がこうマグネットになっているので、普段使いで人と対面して話すくらいの距離だったらこれでも全然自然に綺麗に見えます。少量の束になってるつけまつげの方が根元から生えてるような仕上がりになるので、接近戦にはこっちの方が自然で綺麗に見えるかなと思います。今回私がおすすめするのは1番のナチュラルブラックと9番のフェザーブラックと14番のフォグブラックになります。まつげの色がブラウンになってるバージョンもあるんですけど、私はブラックのまつげが好きなので全部ブラックのバージョンをご紹介します。最近リニューアルされてケースと中のクリップが新しくなったので、その違いとつけまつげの幅が標準バージョンとプラスバージョンがあるので、それの長さの違いも最後にまとめたいなと思います。まずは3種類の比較レビューをしていきます。はじめにナンバー1のナチュラルブラックをご紹介します。よりナチュラルなものから順番にご紹介するので、今回紹介する3つの中で一番ナチュラルなつけまつげになります。濃密度が全部で5段階あるんですけど、こちらは濃密度がレベル1、幅が 21.5mm、 長さが 7.5 から 10.5mm のものになります。繊細にセパレートしているところが特徴で、普段使いにおすすめになります。まず最初にビューラーでまつげを上げて、そこからまつげを挟むっていう感じなんですけど、ビューラーをした後にマスカラ下地でカールをキープしておくとつけまつげも下がらずに夜までついててくれます。つけまつげの毛量が結構あるので、マスカラ下地は透明のものがいいかなと思います。まつげの根元に挟んで固定するので、ビューラーでしっかり角度をつけておいてあげるとつけまつげの角度もキュッと上がってくれます。右用と左用があって、端っこからピローってマグネットを離して上と下に分けた時に、上まつげ用はブルーの点がついてて、点の位置が右側についてたら右用のまつげ、点が左側についてたら左用のまつげです。ちなみに下側用のまつげは白い点がついてます。この上と下に分けたまつげをクリップにくっつけていくんですけど、個人的におすすめのやり方があって、さっきの印の丸が下側になるように手のひらに乗せて、クリップのアップっていう方にまず上をつけて、ダウンっていう方に下側をつけます。アップの方をこのまま磁石のところをめがけてカチッと拾って、そしたらクリップをくるっと逆向きにして下側のつけまつげをカチッ
拾います。こんな感じで上のまつげが上側に、下のまつげが下側についた状態になります。これでまつげを挟んでいきます。挟む時のコツは、なるべく自分の目の縁にこのクリップの縁を押し当てて挟むことです。できるだけ根元につけると綺麗につくので、浮かないようにギュッと根元側につけるのを意識します。慣れると割と簡単にできるようになるんですけど、最初は何回か練習が必要かもしれません。見えるかな？見えるかな？こんな感じでくっつけてカチッと挟みます。こっちがついてる方で、こっちがついてない方、こんな感じで一本一本がセパレートしているようなタイプのまつげになります。最初に言った通り、かなり普段使いにおすすめのタイプです。取る時も簡単で、ピロって引っ張ったら取れるぐらいの磁石の強さなので、こうピヨーンって。次はナンバー9のフェザーブラックです。さっきのナチュラルブラックをちょっと束にした感じのナチュラル系のまつげです。繊細な束感なので、ナチュラルだけど束っぽい仕上がりが好きな人におすすめです。濃密度はさっきと同じ1レベルで、幅はこちらのフェザーブラックだけ 23mm、 標準版よりも 1.5mm 長いものを買いました。まつげの長さは 8.5mm から 11mm で、さっきよりも若干長いです。上下に分けてのせてクリップにつけて挟みます。こんな感じ。最近は一番これがお気に入りで、繊細さと束感のバランスが気に入ってます。さっきよりも束っぽくなってます。比べるとこんな感じ。私的にはプラスバージョンの方が幅があっていいなって思ってて、若干目の際にぴったりつけるのが難しいかなっていう印象はあります。私もたまに時間ない時になっちゃうんですけど、ピュッて目の縁から浮いちゃったりとか、ちょっと浮いちゃったバージョンを見せましょうか。浮いてる部分が見えた時にちょっと不自然な感じになります。3つ目が中だと一番濃いナンバー14のフォグブラックです。これだけ濃密度が5段階のうち2で、幅が最初と同じ 21.5mm、 長さが9から 11mm なの。さっきのフェザーブラックとちょっと近い感じですね。これは3つの中で一番束感があってバチバチのまつげにしたい方におすすめです。こんな感じです。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、束にはなってるんですけど、先端に行くにつれて毛量が減ってツンってとんがってるようなつけまつげなので、ゴリゴリに濃い感じではないです。つけてない方と比較するとこんな感じ。前のメイク動画の時につけてたやつですね。旧バージョンと新バージョンの大きな違いは、クリップが内蔵型になっているっていうところとクリップの形の違いです。まずこっちの旧バージョンはここにつけまつげが入ってて、クリップは別付け。新バージョンの方は中にクリップがつけまつげと一緒に入るようになってるので、これだけ持っていればつけまつげがつけられるっていう便利な仕様になりました。クリップの形にも違いがあって、閉じる時の力の入れ具合も新しい方が軽い力で綺麗にパチッて閉じるようになっています。見せただけだと分かりづらいんですけど、圧倒的に新しいやつの方がつけまつげが挟みやすくなっているので、今 Amazon とか9点に旧バージョンと新バージョン両方売ってると思うんですけど、初めての方は新バージョンの方がつけやすいのでおすすめになります。新バージョン持ってて
でつけまつげだけ違う形のやつが欲しいなっていう方は旧バージョンの方が若干お値段が安いので、こっちで買ってこれに入れ替えて使うのもありかなと思います。次に標準バージョンとプラスバージョンのこの幅の違いの比較をしていきます。こっちが通常バージョンのフォグブラック 21.5mm で、こっちがプラスバージョンのフェザーブラック 23mm になります。重ねてみるとちょっと分かりづらいんですけど、まつげ1束分ぐらい 23mm の方がちょっと長い感じになります。個人的には 23mm の方が目頭から目尻までまつげがあるので漏れるかなっていう感じがするんですけど、 21.5mm の方がやっぱり幅が狭い分目頭とか目尻が浮きにくくてつけやすいっていう印象はあります。今日ご紹介した3種類の比較です。1番のナチュラルブラック、9番のフェザーブラック、14番のフォグブラックになります。繰り返しになりますが、1番がやっぱりこの中で一番セパレートした繊細なまつげ、フェザーブラックがさっきのセパレートを束にしたような繊細な束感まつげになっていて、最後のフォグブラックが一番この束感があるまつげになってます。バリエーションの中でこの3つが割とナチュラル系かなっていうふうに思うので、もっと濃いつけまつげが欲しい方はボサドンのページをチェックしてみてください。最近お気に入りの5個目の9番のやつ、フェザーブラックを両方つけてきました。最後まで見ていただいてありがとうございます。今回は私が毎日使ってるマグネットのつけまつげの3種類を比較したんですけど、いかがでしたでしょうか。本当にね、慣れれば簡単に綺麗なまつげが作れるので、ご参考になったら嬉しいです。いつもいいねやコメントありがとうございます。皆さんにお聞きしたいことあって、透明でお湯落ちでカールキープ力のあるマスカラ下地があったらコメントで教えていただけたら嬉しいです。チャンネル登録とグッドボタンもぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。